今日は新玉ねぎのニンニク醤油漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録で楽しんでみてください。今日は新玉ねぎのニンニク醤油漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回は漬物シリーズでございます。今が旬のお野菜新玉ねぎを使った簡単で美味しい漬物です。ご飯のおかず、お酒のおつまみにもぴったりな一品です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。新玉ねぎ、お醤油、みりん、お酢、お水、お砂糖、にんにく、昆布、唐辛子、こちらの材料で作っていきます。今回使用するお酢なんですけれども、米酢を使っています。こちらは穀物酢を使っていただいても OK です。米酢を使うとコクが出て、穀物酢を使うとさっぱりとした仕上がりになります。お好みの方を選んでください。そしてこちらのお砂糖はですね、今回普通の白砂糖を使ってますが、こちらきび砂糖などで代用していただいてもOK です。で、あとはね、ニンニクの量と鷹の爪の量はお好みで変えてください。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめに玉ねぎから切っていきます。ちょっと上の部分が乾いてたりするので、まずこちらを切り落とします。あとは根っこの部分も切り落とします。今回くし切りにして使っていきます。まず半分に切りましょう。はい、そしたらね、このヘタの部分を切り落とします。はい、こんな感じで切り落としてください。そしたら切り口を下にしていただいて、繊維に沿って半分に切ります。包丁を斜めにしてこれを放射線状に切ります。もう一回これを放射線状に切ります。このように3等分にしてください。ではね、残りも同じように放射線状にこう3等分に切っていきましょう。はい、こんな感じでね、玉ねぎは切りましょう。で、玉ねぎはね、切ったらこのようにざるにあけて置いておきます。そうするとですね、玉ねぎの辛みが抜けます。基本的に新玉ねぎは辛みはそこまでないんですけれども、ちょっと辛みがあるものもあるので、一旦ね、このまま30分置いておきましょう。では続いてニンニクです。ニンニクはまず根元を切り落とします。そして薄切りにしていきましょう。薄切りにしたらですね、こちら真ん中に芽があるので爪楊枝で取り除きます。はい、こんな感じ。この芽はですね、えぐみとかにつながるので必ずね、取り除いてください。ちょっとね、ひと手間なんですけれども、これやっていただくだけでね、美味しく仕上がります。それではね、残りも同じように薄切りにして芽を取り除きます。はい、ニンニクの準備はこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はキッチンバサミで半分に切ります。そして中の種を取り除きましょう。唐辛子はね、2つに切って使います。辛いのがお好きな方は2本ぐらい入れていただいて OK です。続いて昆布です。大体でいいので、2、3センチ幅に切ります。そうすると昆布から出汁が出やすくなります。で、これをまた半分に切っていきます。はい、昆布はこのぐらいの大きさに切ってください。それでは保存容器を用意してください。こちらね、しっかり熱湯消毒したものを使用するようにしてください。ここに玉ねぎをまずね、半分入れます。はい、次にんにくも半分入れます。間に挟むイメージですね。あとは昆布も半分入れます。そしたらまた上から玉ねぎをかぶせましょう。はい、こんな感じです。ここににんにく、そして昆布をのせます。あとは鷹の爪ですね。はい、これで準備は OK です。そしたらね、一旦こちらは置いておきます。それでは続いて漬けだれを作ります。まず小鍋にお水、みりん、お酢、そしてお砂糖を加えます。そしたらまずね、みりんのアルコールと、あとはお酢のツンとした酸味を少し飛ばして、そしてお砂糖も溶かしていきます。では中火にかけて砂糖を溶かしながらまず沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にします。で、このまま30秒加熱してひと煮立ちさせてください。
はい、OK です。そしたら火を止めます。火を止めたらここにお醤油を加えてください。そうすることでお醤油の風味はしっかりと残すことができます。ここで一緒にね、お醤油を加熱してしまうとお醤油の風味が軽減してしまいます。なので沸騰し終わってからお醤油は加えるようにしてください。つけだれはこれで OK です。それではこちら用意しておいたバットの中に先ほどの作ったつけだれを流し込みます。こちら熱いうちに流し込むようにしてください。そうすることで玉ねぎの辛みを取ることができます。はい、こんな感じです。そしたら上の方もきちんと浸かるようにキッチンペーパーをかぶせましょう。キッチンペーパーにもつけだれを染み込ませておきます。これで OK です。それではこのままね、一旦しっかり粗熱を取って冷蔵庫で1日漬け込みます。はい、丸1日経ちました。キッチンペーパーを取りたいと思います。おー、いい感じですね。美味しそう。こんな感じで仕上がりました。はい、これで新玉ねぎのニンニク醤油漬けの完成です。こんな感じでしっかり味も染みて美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。味がしっかり染み込んでます。そして新玉ねぎの甘みが最高ですね。ニンニクの香りのパンチと、あとは昆布の出汁も効いててすっごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の新玉ねぎのニンニク醤油漬けのポイントです。まず玉ねぎなんですけれども、今回くし切りにしてます。で、このくし切りの太さはお好みで変えていただいて OK です。そしてくし切りに切った後は一度そのまま30分ほど置いてください。そうすることで玉ねぎの辛みが抜けます。新玉ねぎはね、基本的そこまで辛みがないんですけれども、たまにね、少し辛みが残る時があるので、お時間に余裕のある方は30分置いてみてください。そしてニンニクなんですけれども、ニンニクは薄切りにして、その後真ん中についてる芽を取り除いてください。こちらの芽があると味にえぐみが出てしまいますので、必ず取り除いてから使用するようにしてください。そして今回唐辛子を入れてます。で、唐辛子今回1本しか入れてないので、そこまでね、ピリ辛になるわけではないので、もし辛めがお好きな方はね、2本ぐらいね、入れていただくといいかなと思います。そして漬けだれを作る時のポイントなんですけれども、まず醤油以外のものを一煮立ちさせてください。ここでですね、醤油も一緒に一煮立ちさせてしまうと、醤油の風味がね、軽減してしまいます。なのでお醤油は必ず火を止めてから加えて混ぜるようにしてください。あとは保存容器に具材を入れていただいて、漬けだれを熱いうちに入れてください。そうすることで玉ねぎの辛みを少し取ることができるのと、あとは味も染みやすくなります。そして漬ける時なんですけれども、玉ねぎが少し上に浮いていますので、必ずキッチンペーパーを上にかぶせて、しっかりキッチンペーパーにも漬けだれを染み込ませて漬け込むようにしてください。こちらの日持ちなんですけれども、だいたい1週間ほどで召し上がっていただくといいかなと思います。ご飯のおかず、そしてお酒のおつまみにもぴったりです。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は新玉ねぎのニンニク醤油漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。